皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。先週4日間にわたり東京ゲームショー2025に参加してまいりましたので、その内容を数回に分けてお届けしたいと思います。1回目の今回は初出展でフューチャー賞を獲得したみんなが注目している無限大アナンタについて実機プレイしてまいりましたので、そのプレイ感想と都市型としてリリース予定のあのタイトルとの差別化ポイント、今後の都市型に期待したいところなど個人的な感想をまとめましたので、参考としてぜひ最後までご覧くださいませ。時系列というよりかは4日間を組み合わせながらの構成で、一部見づらい箇所などあるかと思いますがご了承くださいませ。チャンネル登録と動画の高評価もポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。はい、まずブース展開から。向かって右側には大型モニターと大型モニュメントが展示されていて、モニターにはこれから使用する序盤のストーリーシーンが流れていたり、タフィーの堂々たる仁王立ちと主人公とリキがお出迎えしてくれます。左側はレイヤーさん撮影スペースとなっていて、ランダムでキャラの入れ替えがあります。中に入ると私有スペースで、奥はノベルティ交換所とさらにレイヤーさんとの撮影スペースとなっています。参考までに4日間通しての混み具合なんですが、ビジネスデー初日は朝一でこんな感じですね。まだ余裕あるんですが、使用列は一旦停止状態。2日目はまあやばかった。ビジネスデーという名の一般デーでした。で、一般デー初日、苦行と地獄の始まりで、早朝5時から並んで9時開演、9時20分にブース着。この時点で私有列は封鎖、プレイ諦めました。そして最終日整理券になったことで、かなりブース前の混雑は緩和されたんですが、それでも時間とともに混雑する状況でした。そんな中、ゲームショー最終日にはイベントステージで日本ゲーム大賞2025フューチャー部門発表授賞式が行われていて、なんと無限大アナンタ受賞をいたしました。おめでとうございます。ソーシャルゲームラボ。はい、それではお待たせしました。ここからはプレイレビューです。あくまでも個人の感想になりますが、結論から一言で言うと、このゲームはオリジナルの要素に加え、様々な名作の良いところをしっかりとリスペクトしつつ、うまくまとめ上げ一本に仕上げたタイトル。その結果ファーストインプレッションは想像以上に楽しいものでした。使時間はわずか15分。それでもストーリーパートと探索パート両方の面白さをしっかり味わえる構成になっていて、ストーリーパートで操作に慣れるための戦闘やカーチェイスを体験させ、自然に操作に慣れさせた上で探索へと進ませる。この流れが本当にうまい。短い時間でも遊んでいて面白いと思わせてくれる設計でした。この部分に関しては特に感動しましたね。同じゲーム業界に携わっているからこそ分かるんですが、ただ遊ばせるんじゃなく、どう遊ばせるか、それを徹底的にこだわっているんですよね。実際今回 AAA 級のタイトルを10社以上見てきましたが、どのタイトルもそれぞれに工夫がありましたが、短時間でこれだけ核となる面白さをしっかり体験させてくれたのは、無限大が特に際立っていた印象です。多くは突然ボス戦や探索だけを体験させる形式で、操作に慣れないまま終わってしまう。これでは楽しさが伝わりきらないんですよね。その点無限大はプレイヤーに何をどう伝えたいかを明確に理解した上でプロモーション用のロムを作ってきている。その本気度とこだわりが体験した瞬間からひしひしと伝わってきました。だからこそプロモーションの視点で見てもこの私有は間違いなく大成功。みんなも体験するなら、いきなりボス戦や探索に放り込まれるより、こうして自然に操作に慣れてから探索や戦闘を味わえる方が楽しいと思いませんか？そして結果やっぱり日本ゲーム大賞フューチャー部門の受賞。プレイした人なら誰もが、ああこれは取るよなって納得するはずです。
僕自身もこの話だけで何時間でも語れるくらい満足度でした。はい、それではちょっと長くなっちゃいましたが、ストーリーパートです。主人公の性別は変えられるのかという点で言うと、今回の週バージョンでは変えることができなかったです。ただ変更はできると思います。今のご時世もあることですし、さらに現地でもらった冊子のキャラ紹介で主人公男性バーって書いてあるので、きっと変えられると思います。ストーリーパートでは戦闘とカーチェイスが楽しめました。戦闘の基本となるベースは分かりやすく言うと龍が如くの喧嘩アクションで、よりリアルな格闘表現を追求している GTA やアサシンクリードを踏襲しつつ、さらに環境を利用したバトルというところでベルトスクロールアクションの熱血硬派邦夫くんやファイナルファイトなんかがベンチマークの一つとなっていそうです。なので今流行りの爽快なアクション、例えば名調や全ゼロといった派手なアクションという感じではないです。そのため無双的な爽快感よりかは瞬間的な一撃のスカッとするような感覚を得ることができます。見た目は地味な感じの戦闘ではあるものの、かなり気持ちのいい体験が得られました。主人公の戦闘スタイルの特徴は触手を腕に巻きつけることで強力な一撃を放つことができたり、相手を拘束し叩きつける、さらに触手を伸ばして瞬時に移動するなど特殊な攻撃が行えます。また基本アクションとしてタイミングよくガードを入れることでパリーが発動したり、タイミングよく回避することでジャスト回避が行えます。パリーは強力な反撃が可能で、驚いたのは複数の攻撃に対し同時にパリーを発動させることができたり、それこそ環境を利用したバトルという点で敵をオブジェクトに叩きつけることもできちゃったり、粘土を使うことでマンホールをぶん投げることができたりと、今流行りのアクションゲームとは違う一撃の瞬間の気持ちよさが最高でしたね。これだけのアクションがあるから難しいんでしょって思う方もいると思うんですが、操作自体は小難しいスキル回しとかないので、基本攻撃ポチポチしてスキルが溜まったらタイミングを見て発動。パリーに関しては敵の攻撃開始時に青いエフェクト、あるいは赤いエフェクトが発生したタイミングでガードを入れることでパリーが発動します。タイミングの間が長く設けられているのでジャストタイミングじゃなくてもパリー可能です。ただし赤いエフェクトの場合は特殊攻撃っぽいので、もしかしたら若干タイミングがシビアになるか、あるいはパリーができない可能性があります。これは検証できてないので、もし分かる方いたらコメントよろです。今回は主人公による戦闘でしたが、キャラクターによって特徴が変わってくるのでまた違った体験が得られると思います。そしてカーチェイスパートですが、車の運転自体も難しくなく、さらに銃撃戦ともなると運転はオートになるので銃撃に専念できる感じです。オートエイムなのでレティクルが敵に吸い付くのでエイム力がなくても問題なく殲滅可能です。またタイヤを狙うことで車を横転させることができたり、マシンガン以外の武器だったらもっと派手な爆発を巻き起こしダイハードライクな遊びもできちゃうかもしれないですね。ストーリーパートに関してはこんな感じです。続いて探索モード、さあ遊んでくれといった感じで自由になるので、とりあえず主人公の触手を使った特殊移動ですが、これが思った以上に気持ちいい。スピード感あるし移動に関してはストレスフリーですね。ただ検証できてないんですけど高さ制限があるような気がしてます。もし高層ビルの屋上からこの移動ができたらもっと違った体験ができるのかなと想像するとワクワクしちゃいますね。次に主人公と仲のいい警察組織に所属しているリキ、プレイ時間があまりなかったのですが、戦闘においては格闘はもちろん銃撃戦も可能です。また各キャラ共通な要素として敵の武器を拾って使うことが可能と思われます。そして彼女の立場上街中の人を職質したり逮捕したり連行したりと職権乱用が可能です。この職権乱用が何かしらの調査で役に立つと思います。続いてタフィーですが、セグウェイバイクでの移動が可能で小回りが利きスピードも出るので移動が快適です。そしてある程度の障害物を乗り越えたり破壊することができるので意外と乗っていて気持ちいい体験ができます。また実際プレイできてないのですが、このセグウェイバイクなんとハンマー形態に変形することが可能で武器にもなっちゃいます。今回使えたキャラ3名ですがどれも個性的でそれぞれ特徴もあり、
使っていて楽しめるキャラでした。移動に関してもどれも楽で壁走りもできるので、キャラによって移動の快適さが変わるような感じはなく、公平性は担保されているのかなといった印象です。ただね、思った以上にマップが広い。約4キロ先の目的地に行くのにタフィーのセグウェイバイクで移動したんですが、1キロ移動するのに約1分くらいかかりますね。歩いてでは移動困難だと思います。とはいえ多分ファストトラベル要素なんかもきっとあると思うので、そうなった時に果たしてこのキャラ固有の移動手段というのがどういう風に生かされるのか気になりますね。全体通して今回の主遊は本当にうまく作り込まれていて、気になる点が少なかったんですが、あえて惜しいなというところはカーチェイス時のオートエイム。これ敵キャラに対してレティクルが移動するので、タイヤを狙いたくてもオートエイムが発動するとスムーズにタイヤを狙うことができず、思考と行動にズレが出るのでテンポの悪さにつながりましたね。次に N 時の射撃の際に銃口から出る弾の位置にズレがあり、レティクルの中心に弾が飛んでいないので狙いが定めにくかったですね。これ結構気になるので調整していただけるとありがたいです。次がドリフト。僕がドリフト下手なのかもしれないんですけど、ドリフトボタンを押して車体が滑るのは良いんだけど、思った以上に滑って曲がりきれない。テクニックなのか何なのかってところですね。この件については、TGS 当日視聴者さん数名と出会うことができて、みんなの話を聞いたところ、やっぱり同じように滑るしハンドルが軽いのですぐくるっと回ってしまうとか、車の運転に関してはもう少し調整が必要かもしれないですね。まだベータテストもやっていない初お披露目の場として出したロムとしては満足度の高いものでした。これからベータテストを行うことでさらにね、もっと良いものにブラッシュアップされるので不安はあまりないですといった感じです。ソーシャルゲームラボ。でね、このタイミングで都市型をテーマとした NTE との差別化ってどうなっているのか、一旦今時点での情報をまとめると、戦闘体験においては基本的に別ベクトルで、 NTE はスキル連携や属性連携、派手なエフェクトとカットインによる爽快感のある戦闘、無限大はリアル格闘を追求している格闘アクションなので全く得られる体験が違っていて、お互い良い意味で差別化されているのかなといった印象です。探索時においては両タイトルともに各キャラクター固有の移動手段があるので似たような感じですが、 NTE では電車やバスといった公共交通機関に乗れたりと移動そのものを楽しませてくれる設計。一方無限大ではそういった公共交通機関を利用できるかは不明ではあるものの、どの移動手段でもスタミナがないのでストレスフリーな移動が可能でした。またマップの作り込みですが、お互い立体的で奥行きも感じられ、 NTE は雨や雪、夜のネオンの雰囲気に浸りながら探索することができ、無限大はその作り込みやマップの細かさからあっちはどうなってるのかこっちはどうなってるのかといった探索への好奇心が湧き立ってきます。ただプレイ時間が圧倒的に無限大の方が少ないので細かいところを正確に見切れていないため比較は野暮ですけども、現地にいた視聴者さん数名とも話した感じ、都市探索において NTE でできることって大体無限大で完結できるような気がするといった感じでしたね。なので戦闘と世界観での差別化はできているが、都市探索においては大きな差別化は見られないような気がします。でね、個人的に期待したいところは主要となるキャラが街の中をうろついていたら面白いですよね。例えば無限大で言えばリキが警察として職務質問をしていたり、タフィーがセグウェイで配達をしていたり、イベントではなく偶然の出会いとして遭遇できたらこの街に彼らが生きていると感じられてテンション上がりますよね。ただの舞台としての都市ではなくキャラの日常が流れる世界、そこに自分が参加しているような感覚が生まれれば都市そのものを物語に変えることができるよね。自由にメインキャラが街の中を移動してたら友達見つけたって感じでワクワクしちゃいますね。友達に会える街ゲーっていう唯一無二の魅力になると思いますし、そんなゲームにしてほしいですね。
ソーシャルゲームラボ。はい、今回は東京ゲームショウ2025にてフューチャー賞を獲得した無限大アナンタのファーストインプレッションと同ジャンルの NTE との差別化ポイントなどをまとめてまいりましたがいかがでしょうか。2026年リリース予定ということでもうじきベータテストも実施されると思うので大変楽しみですよね。ぜひ無限大に期待したいところや何か思うことがあればぜひコメントくださいませ。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。キャプテンおーい。つまり、これで終わりってことね。